えー皆さんはじめまして、ちょっとこのような実況というのは、やったことないので、ちょっとうまくできるかわからないんですが、ちょっとそうですね、今回フォーチュンサモナーズの、新しいコンテンツ、アルチェの不思議なダンジョンバージョン2.0という、名前なんですが、こちらの方をですね、先行してちょっとご紹介していきたいなと思います。ちょっとストーリーは、ちょっとしたストーリーはあるんですが、基本的にはあんまり続編的なものではなく、簡単なストーリーがちょっとついてるだけっていう感じですね。で、アルチェがこの今いる不思議な、ダンジョンっていうところですね。冒険することになるんですが、街の中、そうですね、この舞台としてはこのダンジョンと、トンキニーズの街ですね、が、舞台になるんですが、街の中を詳しく、調べていくと、実はちょっとこのダンジョンの裏設定的なところが見えたりはするんですが、基本的にはあまりストーリー重視っていう感じではありません。で、ちょっと早速少しネタバレになってしまうんですけど、ちょっとこちらにある女神像ですね。これを、動かすことで、えダンジョンの地形が変わるっていう感じですね。で、こちらのちょっと今、英語版になってるんですけれども、英語版がちょっとまだ翻訳が終わってないんで、このようにちょっと文字化けしております。ここは完成までにはもちろん翻訳の方をやっていきたいと思います。で、こう押すとちょっと地震が起こって、で、この裏で実はダンジョンの構造が変わってしまうというところですね。で、たくさんエリアがあるんですけれども、最初は一番上の、ところですね。簡単なところから、始めていくっていう感じです。で、前回のバージョンアップで、このように未探索のところにアンスインっていう、マークが出るようになったんですけど、こちらも本編というよりか、どちらかというと今回のこのコンテンツで結構重要になるっていうところで、追加したところです。ではちょっと早速入っていきたいと思います。で、最初は、アドベンチャーホールというエリア。これは、日本語では冒険者の間っていうところでですね。っていう、名前がついています。この辺はちょっといつも通りっていう感じですけど、ちょっとダンジョンが、ランダムでできてますので、ちょっと私自身もこの先がどうなってるのかちょっとわからない状態で今冒険しております。で、これ行き止まりですね。で、こういうふうに魔物が普通に出てくるんですけども、ちょっと本編と違うのは、魔物がですね、時々、アイテムを、落とすっていうところですね。ただ、ちょっとその最初の層では、あまり出てこないので、ちょっとスキップするかもしれません、ここは。宝箱がありますね。リトルフォークウィッグプラスワンっていうのが今見つかりました。ちょっと敵を片付けていきましょう。で、今、手に入れたアイテム、カツラですね、これは。
で、ちょっと効果を見ると、MAG プラス5ってあるんですけれども、ちょっと詳しくこうアイテムを見れるんですけど、スピリットですね。これが5増えるっていう、能力がついてます。で、このカツラはもともと全く役に立たないアイテムで、装備しても何も増えないアイテムなんですが、今回この効果が追加されていることによって、一応装備するとスピリットが5増えると。ちょっとアルチェはあんまりスピリット増えても恩恵ないんですけれども、こんな感じでちょっと様々な、ランダムなアイテムが手に入る。いわゆるローグライクっていう呼ばれるものですね。でこのような形に、ちょっと進化したのが、今回のゲームになります。ちょっとですね、このダンジョンがどうなってるかっていうのはわからないんで、私もちょっと冒険、またカツラが出ました。グラスレップスレップ。ちょっと最初はですね、カツラとか下着とかそんなのばっかり見つかる感じになるかなと。で、毒ですね。こういうトラップもありますので、気をつけながらすみません。はい。ちょっとある程度最初からアイテムは持ってて、毒消しなんかも持ってはいるんで、最初の方は、ちょっと、このままでも進めるかなと思います。で、今、この下り階段ですね、これが見つかりました。で、階段を降りると、一つフロアをクリアするっていう形になりまして、で、そうですね、この辺に、こっちの方行くと、このような形で勇気の証がこうありますと。この形はちょっと決まってるんですけれども、で左に行くとこういうふうに、泉があるっていう感じですね。で、ごめんなさい、ここもちょっとまだ翻訳が済んでないですが、一番上が保存とセーブが、できるのと、あと一番3つ目のやつですね、これ何書いてるかわからないと思うんですが、ここがですね、実は街へ帰還する機能ですね。これを押すと、トンキンズの街に戻ってこれるという感じですね。はい、ということで、ちょっとある方法を使って、サナちゃんを今仲間になりました。ちょっとこちらはゲームの中でサナちゃんを仲間にする方法、ステラも仲間になりますので、仲間にする方をちょっと探してもらえたらなと思うんですが、でこれからですね、もう一度この魔法使いに、話しかけることでさっきの場所に戻ることができますと。ですね。ということで、ちょっと改めて、またサナちゃんと2人で今度は冒険していこうかなと思います。で、勇気の証ですね。これを取ると、こんな感じで、フロアクリアっていうことになりますので、また階段を降りて次のフロアに行きます。なんか嫌な音がしてますね。はい。でこれ階段降りるたびに敵もちょっとずつ強くなってはきます。まだ、グリーンスライムしかいないんですけど。こういうちょっとした仕掛けもあり、で今ちょっと出てきましたが、こういうふうに青く光ってる魔物っていうのが時々出てきて、今ストレンジヒュージバットプラス7っていう名前になっててますけれども、これちょっと強敵が
出てきて、ちょっと場合によっては非常に強い場合があるので、まあ無理に倒さなくてもいいんですけれども、ちょっとこれは普通に殴っても1しかダメージ与えられないんで、結構硬い強いのが今出てきてるみたいです。まあちょっとバットズコウモリなんでちょっと厄介ですが、ちょっとまだ2人ともレベル1っていうのもあって、でただ、その強敵を倒すと、まあ、このように宝物も結構いいのが、まあ、手に入る場合がある。まあまあ、必ずそうではないんですが、これはちょっと見てみますと、いろいろついてますね。で、そうですね、まずディフェンスプラス4なので防御力が上がって、あとマックス HP ですね。これはもともとのベースとなるアイテムがもともとマックス HP がプラス5されるアイテムなんですが、はい、ちょっと今、一応ちょっと中断したんですが、そうですね。で、あとはまあスリープレジストだから、まあ、眠りにくくなる効果とか、あと混乱しにくくなる効果だとかっていうのがついてます。はい。というところでちょっとまああんまり強くはないんですけど、いろんな効果がついてるなっていう感じのものですね。これはじゃあサナかなにちょっと装備させましょう。はい。あ、このクラス、これ強いですね。これは精神力が、プラス9なんで、これサナはこっちの方がいいかもしれないですね。こちらはじゃあアルプチェにつけておきましょうか。はい。で、これ最初の方は、いまいちなアイテムが正直多いんですけど、奥に行けば行くほど、非常に強力なアイテムが見つかる場合があります。また強敵がいますね。ちょっと先に弱いのを全部片付けましょうか。どこ行った？アイスヒュージバット、アイシーヒュージバットだから、なんか凍らせる能力は持ってるんで、サダが凍りました。ちょっと待ってください。なかなか厄介ですね。こちらのダメージが1しか通ってない。おっと。倒しましたね。ちょっとキューピーちゃん人形なんであんまり。でも強いですね、結構。筋力ですね。ストレングスが上がるんで、結構これも強いっちゃ強いですね。アルチェのアタックがこれ6上がる感じですね。で、初期の方はこういうほぼ役に立たないアイテムがベースになってるんですが、これも後々になってくると当然、もともと強い、例えば、鉄の剣だとか、ロングソードとか、なんかそういうのにさらにこういう効果が乗ってくるんで、下に行くほど、強力な武器が手に入るし、敵も、非常に強くなると。っていう形ですね。ちょっと今、だいぶ攻撃力上がったんで、最大攻撃力が結構、最大ダメージですね。マックスダメージが今、更新されますね。
まあちょっと下敷きも覚えてないんで、ちょっと戦いとしては単調になってしまうんですけど、あら、どっから来たかな。あ、ここですね。ここはちょっと行き止まりのようです。またか。さっきからコウモリの強敵が続いてますね。下着も出ましたね。これは下は罠だと思うんですけど、この辺はちょっと同じようなアイテムがありますね。これちょっと仕掛けのところはですね、上にこうスイッチがあって、でこれを押すとこういうふうに仲間がその場に来てくれるんで、まあ、全員をこう動かすような必要はないです。ちょっとこれ迷うかもしれない。どっちから来た？ああ、ちょっとこういう感じでたまにですね、強敵ではないんですけど、ちょっとレベルの高い敵もランダムで発生する場合があり、ああ、強いですね、これ。今、14ダメージで、3歩。おお、今、サナが混乱してましたね。ここら辺はちょっとまずそうなとこなんで逃げます。まあ、ちょっとこうやって時々逃げていかないと全部と戦うっていうのは、このゲーム的にはあんまり得策ではないですね。ああ、追いかけてきましたね。あ、でも今、いけそうですね。倒せましたね。ああ、でも、なかなか強い。今度、銅の剣に効果が塗ったやつが出ましたね。これ強いですね。これ全能力がプラス10なので、めちゃくちゃ強いのが今出ました。アルチェは、でいうとアタックが15増えますね、これ。ディフェンス、まあそうです。他も全ての能力が10上がるっていう強力な銅の剣ですね。はい。でただちょっとこのダンジョン、こっち行ったっけな。お、広い。こういう罠もちょっとありますね。サナが避けてますね。これはそうですね、サナが MP が増えるんで良さそうですね。腹巻きですけど。あ、レベルが上がりましたね。やっとこれで下敷きができるようになるんですが、ちょっとダンジョンがなかなか複雑なのができてるようで、ちょっと迷ってます。じゃあ、はい、もうレベルも上がってさっき強力な武器手に入れたんで、コウモリくらいはもう一発で、あ、ここ入ってなかったですね。コウモリとか一撃で倒せますね。で、こ
こう正解かな。あれ、サナがやられてる。で、今回前回のバージョンアップですね。で、サナがやられてると、こう助けをこう呼ぶっていう、ちょっとした要素が入ってますね。これはサナの声優さんにちょっと新しく声取ってもらって、追加した機能です。で、基本的にはそうですね、剣士が、魔法使いをちゃんと守ってあげるっていうのは、このゲーム結構重要な要素になりますので、ちょっとそのために、どうすればそういう動きに、自然にそういう、行動になるかなっていう時に、サナがピンチの時に助けを求めてくるっていうのが、結構いいのかなっていうところで、ちょっと今回、割とちょっと手間をかけて入れてあります。はい、で、いよいよこの、今、2フロア目もですね、これでクリアしました。はい。っていうところで、ちょっと一応この辺でにしとこうかなと、ちょっと文字化けしてますが、しとこうと思うんですけれども、ちょっとこの後はですね、もうちょっとこれ、いきなりこの最初の方のレベルからなんですが、もうちょっと成長したらどうなるかっていうところをですね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、ちょっと一旦ストップします。で、こちらがですね、一応レベル23で、最大レベルまで上げて、でちょっと結構アイテムとかも、かなり収集したものになります。ちょっとどんなアイテム持ってるかっていうのは、ネタバレになるので出さないというか、皆さんの方で探してもらえたらと思うんですけど。で、ちょっと今回ですね、実は、本編に登場しない新しい魔法でありますとか、新しい、技っていうのが、追加になります。でしかも特定の条件を満たすことで、この新しい魔法や技っていうのを、本編側でも使うことができます。でちょっと具体的にどんな魔法かっていうのは、ちょっと全部はお見せしない方がいいかなと思うんですが、今、ステラが操作キャラですが、ちょっとステラの右の方です。右上のとこですね。ちょっと新しいアイコンが、7番、9番、0番あたりがちょっと新しい、多分見たことないアイコンが入ってるかなと思います。この辺がちょっと新しい魔法になります。で、サナですね。でサナの方も、この5番とか、8番とかは多分見たことないところかなと思います。この辺、魔法の名前出ちゃってますが、ちょっとどんな魔法かっていうのを想像してみてください。この5番とかはね、ちょっと、お花のような、お花に見えるか分かりないですけど、ちょっとドット絵になってます。でちょっと1個だけ、せっかくなんで新しいアルチェの技ですね。だけちょっとお見せしようかなと思います。はい、これですね。はい。こんな感じの、で新しい技が追加されております。これはちょっと聞いたことある技かなとは思うんですが、この剣はですね、これはあくまで剣の剣ですからね。はい。拳の剣ではありません。はい。こんな感じで、
昇竜拳からの下付きなんてものもちょっと、つなげられたりとかします。この辺はちょっと敵にどんな攻撃、どんな風に当たるのかとかはちょっと、ぜひ確認してみてください。はい、一応ご紹介は、以上になります。あとちょっと何気にこの洋服を着てるんですけれども、ちょっとこの辺の洋服もですね、新しい色を、ダウンロードコンテンツで追加するように、なるかなと思います。はい。それと、何かあったかな。で、もう一つの要素としてですね、この、不思議なダンジョンのコンテンツをクリアすることで、武器屋に新しい、本編で登場しなかったアイテムが買えるようになるんですが、そのアイテムがですね、今度本編の方でも買えるようになりますっていうのがもう一つちょっと、要素としてあります。で、今回正直武器屋さんはあんまりこのコンテンツ内では使うことが少ないと思います。というのは、ランダムでアイテムが手に入るんで、あんまりここで、ノーマルの武器を買うっていうことはないのかなっていうところなんですが、ちょっとこの武器屋さんの方でですね、その分ちょっと新たな、機能というか、このコンテンツだけで使える新たな機能というのが武器屋さんにありまして、これちょっと、特定の条件満たせば解放されるんですけれども、こちらですね。これがダンジョンの中で見つけた武器ですねを、自由にっていうわけではないんですが、ある程度カスタマイズすることができるっていう機能になります。ちょっと詳しい内容をちょっとここの動画でやるか迷ってるんですが、ちょっと見ていきましょうか。せっかくなので。で今1個しかないですね。こういう形で今、ターゲットマジックアイテムが、これがバスタードソードで、結構強い、これ中盤以降に手に入れたものなんで結構強いんですが、これの、1つ目の効果ですね。これはフライングプラス 236% ってあるのは、これは空を飛んでる敵に対してこれだけ攻撃力が上がるっていう、機能がついてるんですが、この1個目の機能をですね、別の機能に置き換えますっていうところですね。で、その素材となるアイテム、これちょっと今あんまり強いのがないので、非常に弱い武器なんですが、なので、かえってパワーダウンしちゃうんですけれども、これが、上のこのフライングプラス 236% がこの下の素材が持っているストレングスプラス5に置き換わるっていう感じですね。で、これをやると実際その、合成が行われると。こういうちょっと機能があります。で、これちょっとランダム要素とかも特になくて、であくまでこれ1個目の能力しか置き換えることができないっていう、ちょっと制約が、ありますが、ちょっとこの辺はちょっとどれでも交換ってなると、簡単にもう最強の装備できちゃうんで、ここはちょっとバランスをとってこの仕様になっております。はい。で、これはちょっとこの改造は多分やってもいまいちなんですが、場合によっては非常に強力というか非常に有効な、場合があります。で、そういう場合ちょっとこの料金とかも結構高くなってくるんですが、後半になるともう正直このお金の使いどころがなくなってくる程度もあるので、
なので、ちょっとこういうところにお金使って、ちょっとでも強くするっていうのは、ありかなと思います。はい。はい。っていうところで、以上になります。ちょっとこのコンテンツがですね、今のところは、そうですね、ダウンロードコンテンツっていう予定なんですが、ちょっとここが変わるかもしれませんが、いずれにしても今、プレイしてる方ですね、にとっては、ちょっと良い方向に、なるべく良い方向にご提供できるように、考えております。はい。こちら一応ちょっと夏頃ですね、6月か7月かぐらいには公開できればなと思っております。システム的にはほぼ、できてて、で、あとはちょっと、翻訳のとこですね、であるとか、ちょっともう少しバランス調整してっていう形になります。はい、ということで、お楽しみにしていただけたらと思います。はい。では、以上ですが、これからも、こちらのを楽しんでフォーチュンサモナーズですね、楽しんでいただけたらと思います。それではありがとうございました。では、失礼いたします。